こんにちは、こま太郎です。前回はこちらのおこた PC の組み立て編ということで完成までをお届けしました。今回はですね、実際に起動させてみてぶち当たったトラブル編ということでお送りしたいと思います。すでにこの撮影の段階では検証を終えてるんですが、予想してたとはいえ、やっぱり一筋縄ではいきませんでした。正直結論から言うと、トラブルを解決できたかというとちょっと微妙です。ただどういった試行錯誤をしたのかというのも含めて参考になればと思います。それでは早速行ってみたいと思います。こちらはおこた PC の Windows 画面です。まず最初に出くわしたトラブルが Windows が正常に動作しないというものになります。なぜかシャットダウンや再起動をさせようとするとフリーズしてしまうというものです。実際にお見せします。はい、こんな感じでフリーズしてしまいます。この現象はメモリの動作クロックをデフォルトの 2133MHz から例えば 2400MHz、2666MHz とか上に上げていくと起こります。ラデオンソフトウェアは推奨のものを入れてるんですが、それでなってしまいます。どうも他もですね、私いろいろライゼン G 系とかアスロ 200G 系の検証してるんですが、こういうフリーズ以外にも、例えばブルースクリーンになったり、途中で緑画面が出てしまったり、割かしですね、スムーズにいかないことが多いんですよね。さらにですね、Windows のタスクマネージャー画面には、ベガグラフィックスがですね、認識されてないんですね。実際ちゃんと認識されてれば出てくるはずなので、やっぱりちょっとおかしい感じです。で、正直はっきりとした原因はわからないんですが、いつも問題なく動作する条件っていうのは、この4つかなと思ってます。で、これ順番が結構大事で、例えば先にラデオンソフトウェアを入れちゃうとなんかおかしくなったり、BIOS を先にアップグレードしちゃうとおかしくなったりと、なんかちょっとトラブルが多くなるんですよね。確証はないんですが、私はこれで基本的に全部問題なく動いてきたので、今回も同じことをしていきます。こちらはラデオンソフトウェアのインストール画面ですね。すでに Windows 10のアップグレードは終わっています。ちょっと長いのでそちらは割愛させていただきました。なお、このソフトは、ラデオンソフトウェアダウンロードとかで検索をすれば、ページ、AMD のページが出てきますので、そこから最新版をダウンロードすることをお勧めします。次は BIOS のアップデートです。以前は BIOS のアップデートやり方違ってたと思うんですが、今はですね、僕はメーカーのページに行って BIOS アップデートのファイルを USB にダウンロードして、で、その後 BIOS 画面に行ってアップデートをするっていうのが一番簡単なので、そのやり方でやっています。BIOS 画面です。アップデートをします。メーカーによって BIOS 画面って違うので一概には言えないんですが、基本的にはアップデートユーティリティとかなんとかフラッシュとかそういう名前で書かれてることが多いですよね。アスロックの場合はインスタントフラッシュになるようです。で、メーカーによっては BIOS アップデートファイルを USB の中から選択する必要があるんですが、アスロックの場合は自動で選択してくれるみたいですね。ここまで来れば、あとは Yes なりアップグレードといったボタンを押せば勝手にやってくれます。アップデート完了しました。バージョンが 5.00 から 5.30 になっています。なお、メモリの動作クロック設定などをリセットされてしまうので、このあたりはもう一度再設定が必要になります。再び Windows 画面です。無事に Vega Graphics 認識しています。再起動やシャットダウン時のフリーズも無事に解決しています。これでようやく次のテストに行けそうです。さて、ようやく熱問題の話題です。前回ですね、本命の CPU クーラーがあるんですが、ちょっと時間がかかるということで、まずは第一陣のクーラーを使ってテストをしてみようと思います。で、いつも通りですね、10分間 OCCT のツールを使って高負荷をかけて、その後10分間休憩、そしてまた10分間高負荷というのをやっていきます。
現在の温度は38度ぐらいといったところです。それでは始めていきます。まだ10分経ってないんですが、ダメでした。すでにですね、90度後半になってしまいましたし、CPU の方もですね、負荷率を下げて温度を抑制しようとしてしまっているので、ちょっと熱対策はできてないということになります。すでにコメントとかでいくつかいただいてますが、やっぱりダメでした。もう一つが SSD の温度ですね。こちら読み書きが激しくなると温度が上昇してしまいます。これはある程度予想はしていたんですが、このぐらいの温度なら問題ないという考え方もあるとは思うんですが、個人的にはちょっと気持ち悪いので対策をしていきます。ちなみに 5000rpm の音はですね、だいたい74から75デシベルということでかなり爆音です。ということで、もう少し熱対策をしていこうと思います。コメント欄でいろいろな提案やアドバイスいただきましてありがとうございます。個人的には YouTube を通していろいろな意見交換とか勉強の場になればいいなと思うのですごく嬉しいです。今回はいただいたアドバイスの中からいくつか実践していきたいと思います。まずはですね、こちらのマザーボードの ATX12V の8ピンですね。前回ですね、電源を供給する側のケーブルが4ピンで、対してこのマザーボードは8ピンだったので、別途4ピンから8ピンに変更するケーブルをつけました。ただですね、どうも4ピンと8ピンは互換性があって、そのまま4ピンを8ピンのところに挿せば問題がないという意見をいただいたので、そちらを実践していきます。それで動くのであれば、このケーブル分スッキリするので、すごくいい感じです。こんな感じで挿し終わりました。最初左と右どっちに挿せばいいんだと思ってたんですけども、よく考えたら形状が形が決まってるので、必ずどっち側かに刺さる。多分全部右になるんですかね。に刺さるようになってます。さて、続いての対策はこの2つのケーブルですね。これ AC アダプタから電源を供給するための変換アダプタについてるんですが、SATA と、これ何の電源でしたっけ？プリフェラルでしたっけ？これ使ってないので、これが邪魔なんですよね。で、どうも聞いた感じですと、マイナスドライバーで取ることができるみたいなので、ちょっと外してみたいと思います。やっぱりこれがなくなれば、ケースの中がスッキリしますので、排熱にも少しはいい方向に行くと思います。ちょっと苦戦しましたが、無事に取ることができました。ちょっとね、不吉祥なんで、こういう作業は実は苦手なんですが、かなりスッキリしましたね。つけてみると、もう全然違いますね。本当にケーブルが少なくなってスッキリしました。さて続いてはやっぱり CPU クーラーを変えたいと思います。こちらひとまずの代用品だったんですが、これでいければ御の字だなと思ってたんですが、そんなに世の中甘くないですね。こちらを変えていきます。で、一応前回の動画ではジョンスボーの HP400 というのを使う予定だったんですが、別途コメントでこういうのもあるよっていうのをいただいたので、もう試したくて用意しました。長い名前なので割愛しますが、インウィンとか、あとはデスクミニとかでも、この CPU クーラー使ってる人結構多いみたいですね。で、中開けたら、なんか高級感があるというか、こんな丁寧に CPU クーラーが入ってるのを私初めて見ました。こちらがクーラー本体になるんですが、すごく薄いですね。これなら 40mm 以下なので確実に入ると思います。なんか思いのほか、すごく質感がいいですね。
これで冷えてくれるといいんですがね。クーラーを乗せ替えたいんですが、こんな感じでですね、別途バックプレートが用意されてるんですね。で、説明書を見てみると、どうもこのバックプレートを裏側から、マザーボードの裏側からネジ止めで固定するみたいなので、一旦ケースからマザーボードを取り外して付けていきたいと思います。マザーボードをケースから取り外し、前の CPU クーラーも外しました。で、ここでもう一つの対策として CPU グリスも変えたいなと思います。いつも使ってる CPU グリスはテスト用で使ってるもので、熱伝導率で言えばそんなに良くはないです。CPU グリスをいいのに変えたところで大して効果がないという話もあるんですが、やれる対策は全部やっておこうということで、いつもとは違ったグリスを使いたいと思います。で、一応この CPU クーラーに付属のグリスがあるんですけど、熱伝導率とかもよくわからなかったので、別途こちらを用意しました。もう自作をやってる人なら一度は見たことあるというかよく知っていると思います。熱伝導率がすごく高いので、すごくちょっと高めですがいい CPU グリスだと思います。今回こちらを使っていきます。CPU グリスと CPU クーラーつけていきます。ちょっと苦戦してしまいましたが、無事に CPU クーラー付け終わりました。特に干渉もなく、しっかりとついています。続いては SSD ですね。こんな感じでヒートシンクをつけました。こちらは結構安く売っているヒートシンクです。よく私も愛用しているものになります。装着完了です。はい、マザーボードを再びケースに戻して、それぞれのコネクターもすべてつなぎました。だいぶスッキリしてますね。そして最後にもう一つですね。このケースですね、このような感じで、実は中蓋にファンが付けられるみたいなんですね。スペック上では 40mm ファンを両サイドに一つずつ付けられるようです。実際に 40mm ファンを当ててみるとこんな感じに付くことができます。ただですね、見てみるとネジ穴がいくつかついてるんですよね。この大きさ的には 60mm、あと 50mm がちょっと付けられそうだなと。で、口コミを見ると 60mm もしかしたら付けられるかもしれないということで、別途用意しました。こんな感じでネジ穴自体は合うんですね。大きいファンの方が風量が大きいことが多いので、なるべくなら付けたいんですが、ちょっとですね、60mm は付きませんでした。こちらの、例えば PCI Express のスロットに干渉してしまったり、マザーボードの板自体にちょっと干渉しちゃうんですね。で、結果的にこちらの 50mm ファンなら、ちょうど付けられることが分かりました。こういう感じでスロットの間に入るというか、うまくすっぽりはまるんですね。なのでこちらをつけていきたいと思います。そしてファンをつける上で気になるのが風向きなんですよね。大きく3つに分かれると思うんですが、まず1つが片方を吸気、片方を排気にして一方方向に風を流す感じ。そして次が両方向を吸気にする感じですね。そしてもう一つが両方を排気にする感じです。で、この 50mm ファンの風量ぐらいではどれにしてもあんまり変わらないかもしれないんですが、実は事前にですね、ちょっと 40mm ファンの方で全パターン試してみて、で、どうもですね、両方を吸気にすると、排気がですね、こちらの背面からどうも出てる感じなんですよね。煙とかで実際見てるわけじゃないんですが、そうすると SSD に暖かい風が来るので、ちょっと温度上昇が見られたので、今回はですね、
両方とも排気側にしたいと思います。で、両方とも排気になると、今度はですね、下からどうも吸気されてるような、そういう感じをしたので、触った感じ。それでうまくいくかなというのを試してみたいと思います。完成しました。テストに移ります。早速 OCCT のテストを回していきます。現在の温度は40度ぐらいです。現在7分30秒を過ぎたところなんですが、残念ながら温度が高くなってしまい CPU の負荷率が下がってしまいました。最初のファンよりは1分から1分半ぐらいは温度上昇を長く防げたんですが、結果的には CPU の負荷率を下がることを防止することはできませんでした。さて、もう少し悪あがきをしてみようと思います。このファンをですね、逆にしようかなと思います。こういう CPU クーラーってトップフロー型と呼ばれると思うんですが、普通は CPU に吹きかける方向だとは思うんですが、ただですね、このケースに限っては、もう少し天板ですね、この天板を放熱代わりに使った方が良さそうだなと思ってます。要はですね、吸い上げる方向に向かわせることで、この天板に熱を移すということを狙っていきたいなと思います。実際ですね、このケース、高負荷かけ続けると、ケース全体が温まってくるんですよね。なので、使えるものは使っていきたいということで、ちょっと逆にしてやってみようと思います。逆に付け終わりました。イメージとしては、ケースの下の隙間から新しい空気が吸い込まれて、で、横のファンの排熱と上の天板の放熱でなんとかなればいいんですが、それでは同じく OCCT テストを回していきます。現在の温度は32から35度ぐらいでしょうか。もうすぐ10分が経過しそうなんですが、なんとか89度ぐらいで維持できました。なんとかですね。ここから10分間、今度は休ませていきます。約10分経過しました。現在の温度は45度になります。ここからまた10分間高負荷をかけていきます。ちょっと長く休ませすぎたので、その分長く高負荷をかけていきます。もうすぐ10分20秒が経過しますが、なんとか93度から4度ぐらい。CPU の負荷率もほとんど下がることなく、なんとかしのいだっていう感じですね。正直かなりギリギリというか、繰り返しやっていくとちょっと微妙な気もしますが、明らかに改善されました。ということで、賛否両論ありそうな結果にはなったんですが、一応ですね、排熱問題、熱問題ある程度は解消できたかなと思います。ただやっぱり今ですね、まだ涼しい時期なので、これが夏になるとちょっと厳しい印象ですね。この同じモデルで天板が穴開いてるタイプだと多分もっと排熱がスムーズにいってうまくいくとは思うんですが、なかなかこのケースだと難しいものがありました。で、一応次回はですね、延長戦という感じになるんですが、今まだ来ていないジョンスボーの CPU クーラーを試そうと思います。こちらはですね、今回利用した CPU クーラーよりも TDP の対応値が高く、また風量も多いので、ちょっとやってみようかなと。あともう一つはですね、これちょっと最後の手段だったんですが、少し CPU の動作クロックをダウンクロックさせてやってみようかなと。で、もしそのダウンクロックした場合、どのぐらい性能が下がってしまうのかっていうのをベンチマークを使ってやっていきたいと思います。で、最後はですね、一応モニターとかをすべてちょっと付けたいものがありますので、そちらを設置して終了となります。
やっぱり小型計算難しいですね。でも、いろいろと工夫とか学べてすごく楽しいです。さて、動画がちょっと長くなってしまいましたが、今回はこの辺りで失礼します。もし面白かったと思えば高評価、またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、ありがとうございました。